トヨタの新型車、起動時の表示に不具合ですって。メーターが出ないって、朝からそれは困るじゃん。表示が消える理由からじっくり見ていくのだ。車を起動した時、計器クラスターが表示されないことがあるのだ。計器クラスターは速度などを見るメーター部分のことね。スマホで言うなら、電源は入るのに画面だけ真っ暗な感じ。対象は2025年型と2026年型のカムリ、ハイブリッドなのだ。しかもメーターだけでなく、合図や警告にも影響するのよ。ウインカーやハザード、シートベルト警告まで止まる可能性じゃん。鍵を持っていることを知らせる表示も出なくなるのだ。車の安全基準に合わないため、リコールになったわ。リコールって、買った人が自腹で直す話じゃないよね。メーカーが対象車を無料で修理する対応なのだ。私の財布には助かる制度だけれど、安全が最優先ね。原因は表示ソフトの不具合で、販売店が更新するのだ。パソコンの更新みたいに、車を預けて直す感じなんだ。通知は9月21日頃から発送予定よ。対象かもしれない人は、通知を待つだけにしないのだ。車検証の車台番号で、販売店に聞くのが早そうじゃん。起動時に表示が出ないなら、無理に運転せず相談したいわね。続いては、駐車中の車が動き出す恐れのニュースなのだ。メルセデス・ベンツで約31万台が対象よ。台数が大きいじゃん。何がきっかけなの？運転席ドアのロック内部にある小さなスイッチが原因なのだ。そのマイクロスイッチが腐食して、ドアの開閉を検知できなくなるのね。ドアの小さい部品一つで、駐車機能まで止まるの怖くない？電子パーキングブレーキやオートパークが自動で働かないことがあるのだ。つまり、坂道で車が勝手に動く危険が増すということね。僕は車を止めるなら、ブレーキを見えにしたくなるのだ。見えにする前に、まず正しい操作を覚えなさいな。でも駐車したら、表示やブレーキが入ったか見るのは大事だよね。対象には A クラスや C クラス、GLA など複数の車種が含まれるのだ。車種だけでは断定できないから、車台番号で照合する必要があるわ。対象の番号は NHTSE のサイトで検索できるようになるんだって。販売店では運転席ドアのロック部品を無料交換するのだ。通知は9月18日頃の予定ね。坂道の駐車は特に気をつけたいわ。みんななら車の安全確認ってどのタイミングでしてる？アーシは降りる前にブレーキとドアロックを見る派だよ。最後は車の外側の部品が外れる恐れなのだ。フォードのマスタング、マッハ E が対象なのね。後ろの窓の横にある飾りがちゃんと固定されてないみたい。対象は2023年型から2025年型で約8万6000台なのだ。窓ガラスそのものではなく、周りのトリム部品が問題なのね。トリムは車の見た目を整える外装パーツってイメージで合ってる？そうなのだ。外れた部品が道路に落ちると他の車の危険になるのだ。見た目の部品でも落下すれば安全問題に変わるのよ。学校の掲示板からパネルが落ちてきたら見た目どころじゃないもんね。販売店が窓ガラスの組み立て部分を点検するのだ。必要なら部品ごと交換して費用はかからないわ。いきなり全部交換じゃなくてまず確認するんだね。安全対応としては原因を見て必要な部分だけ直す流れね。危険を知らせる手紙は9月10日頃に発送予定なのだ。修理の準備ができたら追加の案内も届くんじゃん。対象か確認したい人は9月7日から車台番号を検索できるわ。外装の小さな変化でも走行中に異変があれば放置しないのだ。ここでリコールという言葉の意外な意味を一つ話すのだ。自動車を無料で直す制度という意味だけではないのね。英語のリコールはもともと呼び戻すという意味なのだ。だから製品を回収して修理する話につながるんだ。自動車では不具合が見つかるとメーカーが無料で修理するのだ。ちなみに地方自治体の市長を辞めさせる請求もリコールと呼ぶわ。同じ言葉なのに車と自治体で意味が変わるの面白いじゃん。どちらも一旦出たものを呼び戻すイメージなのだ。言葉の元の意味を知るとニュースも覚えやすくなるわね。
車を持ってる人は、通知や車台番号を忘れずチェックしてね。安全に関わる案内は後回しにしないことね。役に立ったらチャンネル登録もよろしくなのだ。それじゃ、次回も気になるニュースを一緒に見よう。